こんにちは。X ウィンクリプト TV のトムです。こんにちは、KB です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、トレーディングボールトのオートサーキュレの、ボールトオーナーである KB さんに、今日はトレーディングボールトの、リバランスの日ということで、そのリバランスの様子を実際に見せていただきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今今トレーディングボールトに、サブスクライブしている人だとか、オートサーキュルに、サブスクライブしてくれている人だとか、もしくはこれから先、自分でこうトレーディングの戦略を組んでいきたいとか、配分をしたいみたいな人にとって、すごく有益な情報になるんじゃないかと思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、オートサーキュレは、2週間に1回ですね、リバランストでやっておりまして、で、実際のデータを取得して、Excel ファイルで計算してっていうのをやっているんですけれども、その作業をちょっと見てもらえれば、分かりやすいのかなと思って、今回はそういったお話になります。はい、楽しみにしております。よろしいでしょうか。では、画面の共有させていただきます。はい、お願いします。では、見えますでしょうか。はい、見えます。はい。ですね、もうずっと過去のデータを貯めておりましてですね、こちらで、データをまずアップデートして、で、次の戦略を見るというところをやっているんですけれども、でまずはですね、もうデータを取得するところを見てもらいたいなと思っております。まず、ビットコイン価格のデータですね。はい。はい。これが、ブロックチェーン .com というサイトのですね、ビットコインのデータなんですけれども、はい。これを、CSV ファイルで落としてですね、ダウンロードされます。では、こんな形でですね、データができましたけれども、ここで、このような形で、アップデートしていきます。なるほど。これは過去2週間分のビットコインの価格データを入力している。そうです。はい。イーサとビットコインで、ちょっとその取得するサイトが違いますので、ちょっと形式がちょっと異なるんですけれども、ビットコインのこの、日本時間9時のデータになりますね。なるほど、なるほど。はい。これは、UTC、標準時刻の0時時点というところになります。はい。こちらのデータを取っております。では、これが、まずビットコインのデータだったんですけれども、続きまして、イーサのデータになります。イーサでもこのように、ありましてですね、この CSV データというのをクリックいたします。これはイーサスキャンというところのデータになりますね。はい。で、これで、過去2週間分のイーサの価格データが出たという感じですね。そうですね。はい。ビットコインとイーサの価格が出揃ったというところになります。この次は何ですか、この。次はですね、イーサリアムのガス価格になります。はい。ガス代。これ、ガス代ですね。はい。これはドル価格というところではなくて、その元のデータですから、イーサのドルを算出するのはちょっと計算式はあるんですけれども、はい。ここはちょっと生のデータを使った方がいいのかなというところでですね、同じように、こんな形でですね、ガスのプライスチャートというかですね、やはりこのデーファイが盛んになった時には結構高くなったというところがございましてですね、それに伴って価格も上がってきたのかなというのが、このファクターの理由の一つというところではなるんですけれども。なるほど。オートサーキュレでは、ビットコインやイーサリアムの、ガス代の、がガス代がどのぐらい活発な取引がされているかっていうのを見て、戦略を考えるっていうコンセプトですね。そうなんですね。はい。で、実際も例えばどれぐらい価格が上がったのかだとか、何日前を見るのかと、その辺は
ちょっとこういった作業をやりながら、戦略を練るっていうところなんですが、大体、これまで、ローンチしてですね、何回かやってますので、考え方自体は固まってきてはいるんですけれども、はい。まだまだ考える余地はあるのかなというところはありますね。なるほど。はい。ここが258じゃないか、11。なので、ちょっとこのサイトが違いますので、ちょっと取得する日付のところがちょっとずれてたりもするんですけども、はい。ちょっとトリッキーではあります。では、最後に、ビットコインの、価格ですね。手数料価格ですね。トランザクションフィーですね。では、このような形で、はい。データで揃いました。はい。で、ここから、もう過去のデータをですね、こう引っ張ってきて、アップデートしていくんですけども、ですね、今、VBA の方は、これ今見えてますか？コードの内容ですね。はい、見てます。はい、はい。で、いつもはですね、ここから、パターンを見てですね、100通りほどですね、計算してから、最終決定するっていうところをやるんですけれども、はい。なので、ただちょっと今回時間ないので、一つのパターンですね、やってみたいかなと思っております。はい。実際このプログラムを実行することで、結果というのが出てきますので、はい。で、その結果というのが、例えばですね、ここ、Excel の方で見てもらいたいんですけども、これが3万、今見えますかね、こちら。はい、見えます。36,823。これが実際の、損益っていうところになりますね。実際のと言いますが、その割合を決めての損益になりますね。はい。で、この横が49,999というのが、過去最大に、最大で、儲かった額っていうことになりまして、はい。はい。この差額が、13,176なんですけれども、これをできる限り小さくしたいというところが、安定化につながるのかなとは思っています。高値からのドローダウンをできるだけ小さくする戦略を、検証するっていう感じです。はい、そうです。はい。なるほど。で、これはいわゆる最大ドローダウンと申しまして、はい、これが例えばその最高値ずっといきますと、これゼロになるんですけれども、はい。ただ、その過去のこのブレっていうのが重要なのかなと思ってまして、今ちょっと更新中なので、ちょっとあんまりよろしくはないんですけれども、マーケットがなかなか良くないんでですね。はい。で、この比率ですね、が、こちらの、J の3のセルにありますように 2.72 となっておりまして、これはちょっと最大化する、最大化するそのパターンが良いのかなとは思っております。なるほど。はい。で、これを実際、過去をちょっと調べまして、一番いい割合というのを決定するんですけれども、はい。ちょっと今回は、全数検査というよりは、その一つ、一回入れてみてですね、どういったところで算出されるのかというのを見ていきたいかなと思っております。はい。コードの内容もちょっともう見えてしまっているんですけれども、今、大体思っているのが、例えばイーサリアムのガス価格ですね。これが、過去の14日平均に比べて高かったら、最大 45% 割り振るとかですね。低かったら、10% になるよっていうところのプログラムのコードになります。なるほど。過去の14日間のガス代が高ければ配分を増やすっていうことですか？はい、そうです。はい。はい。というところがコンセプトですね。で、同じくビットコインも同じようにですね、ガス代過去の14日よりも、高ければ、ビットコインの配分を増やしますよというプログラムになります。なるほど、なるほど。はい。それを、その 5% 刻みで、ちょっとパーセンテージ見てみたのが、この、プログラムなんですけれども、はい。ここはちょっと、後ほど、実行いたしまして、最も最適のものっていうのを、目で今確認はしようと思っているんですけれども、これはなぜこういうことをしているかといいますと、まずただ単に数字一番いいっていうだけを当てはめるというのはまだ早いのかなと思ってまして、はい。はい、まだまだ研究する余地があるのかなと。実際その14日平均っていうのはいいのかどうかだとかですね。はい。
配分割合、その上限45%、55%というのはいいのかどうかっていうところだとかですね、5% 刻みとかで果たしていいのかと、そういったところはやっぱ、見ていかないといけないのかなと思っておりましてですね。はい。というところになります。はい。で、ちょっと一回実際、実行してみてですね、これ一回だけなので多分そんなに時間はかからないと思うんですけれども、はい。はい。やってみますね。そうすると、こちらの Excel の方で、ざっと計算いたしましてですね、今、プログラム実行中でございまして、ほうほうはい。今、画面では止まっているように見えるんですけれども、プログラムでは計算しております。計算しているところなんではい。すね。そうですね。はい。ちょっと実際、で、今、数字が変わってですね。わかりましたね。ははい。い。わかりました。よかったですね。はい。で、ここが、その結果になりますね。ちょっと、すごい場所に行ってしまったんですけども。はい。で、例えばこの、今、M1、1の4って、これちょっと比率なんですけれども、はいイーサとビットコインのですね、一つ比率を出したんですけども、これが、1と4というふうにした場合において、結果が2.37になったというところなんで、現在の配分と比べてはちょっと悪くなったなっていうのを見たりだとかですね。なるほど。はい。よりそのはい。ドローダウンが起きるようになってしまったということですかね。そうですね。はい。そうですね。はい。なるほど。ただ、これが悪いからといって、これがダメっていうことではなくて、やっぱり大事なのはこう将来なので、そうですよね。こはい。れが過去はい。のデータに当てはめるとっていうことですよね。そうですね。はい。過去のデータ当てなるほど。はめるとそういうことになるというところですね。はい。これを100そういった通りやるわけですね。そうですね。はい。手でやると、かける100回で大変なんですけども、はあは例えばですね、ここの、ちょっともうちょっと大きくしましょうか。今、14日間ずっと、関数の上の数字を見るっていうやってるんですけども、あはあはあ。このですね、ここですね、ここに、固定数値を入れ込んでですね、はい。で、これ変わってるんですよ。この25%、15%になったとかですね。はあはあはあ。はい。で、こうずっと14日やっていて、次に多分ここで変わってると思うんですけど、そうですね、ここで、固定数値。これを入れるっていう作業をプログラムでやってるんですけども、はい。なるほどはい。ですね。そうですね。はい。そうすると、14日間変わらずに、配分がこのようになって、ということで、はい。で、これで、過去の成績が分かるというところですね。はない。るほど。はい。で、これでちょっとその安定化というところを、考えております。はい。というところですね。はい。これをそはい。して、なるほど。こうやって、次の、はい。イーサとビットコインの配分をはい。決めて、リバランスしているということですね。そうです。はい。これで、もう、そうですね。100通りほどバーッと出ますので、それでちょっと見てみて、はい。で、まず今の戦略がいいのかどうかですね。はい。で、もしこのままの戦略でいいのであれば、その数字を使ってというところで、あと、ちょっと数字を、このコードをいじったりしてですね、過去14日ではなくて、28日だったらどうなるのかだとか、はい。やってということで、決定していくところですね。はい。なるほど。はい。で、将来的にはやはりこの辺が、考え方が固まってくれば、もう、この日々計算していって、自動で割合配分を変更していくっていうのもいけるでしょうし、プラスあとリアルタイムで取得できれば、もう完全に自動でいけるのかなと思ってまして、そういった意味も込めてのオートサーキュルという名前だったんですけども、はい。今はちょっとこういったExcel で地道に計算しているという状況になります。はい。今こうトレーディング戦略を作るっていうのはもうやっぱり一朝一夕にできるもんじゃなくて、こうやって少しずつ検証を重ねていきながら、硬いものを作っていくっていう過程なんですね。そうですね。はい。特にやはりこういった新しいマーケットなので、既存の、固定した考えでやっていくっていうよりは、ちょっと柔軟にやっていくっていう方がいいのかなと。はい。ただコンセプト、そうですね。ただコンセプト自体は変わらないと思いますので、ある一定の時点でもうこれで、ずっと自動化でいけるかなと思えば、その自動化でやっていって、で、また、半年、3ヶ月わかんないですけども、見て、ちょっと戦略をまた検証してということでやっていくっていうのはいけるのかなと思っておりますね。はい。なるほど。はい、というとこありがとうごろになりまざいます。す。大はい、ありがとうござい変勉強になります。ました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。私も日々勉強ですね。はい。なので、はい。はい。はい。まあ、こんな感じで、オートサーキュレは、運営をされていて、まあ、はい。2週間に1回、リバランスをされているということはい。そうですね。はい。です。そうです。はい。そんな感じです。こういった感じで手数料の変動とかも見てますのでですね。なるほど、なるほど。はい。うーはい。日々ん。進化していきますのでですね、今後ともよろしくお願いしまよろしくお願いします。す。はい。あと、まあ、こういっはい。た動画を見て、自分もこうトレーディングボールと参加してみたいみたいな方がいれば、ぜひ運営の方にはい。ご連絡いただければと思いまあ、す。そうですね。はい。で実際はこういった感じでですね、自分たちの、ボルトもらってですね、で、ここは多分皆さんにはないところ設定なのかなと思いますので、リバランはははスとかですね。はい。まあ、セットアップ。ここまで見せていいのかどうかというところなんですが、はい。リバランスというところで、決めた配分でやっていくということをやりますのでですね。はい。なるほど。はい。興味ございましたら、ぜひ、応募していただければと思いますのでですね。よろしくお願いいたします。では、ケイブさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大変勉強になりました。で、XWIN クリプト TV は、ファイナンシャルアドバイザーではありませんので、このような動画は、参考までにして、ご自身の戦略を立てるということで見ていただければと思います。では、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。